ネジメント特別セミナー第1回は静岡大学大学院工学研究科事業開発マネジメント専攻長前田教授の講演の様子をお届けします。本動画は多彩な講師陣による事業開発マネジメントに関する講演を多くの方にご視聴いただけるよう作成いたしました。まず最初、少しお時間をいただきまして、どうしてこんなことを、こういうセミナーをやることになったのかと、いきさつを、お話ししたいと思います。で、さて、事業開発マネジメントセミナーということなんですけども、ちょっとこれ、人によって、見え方が変わるという、この静岡大学の大学院生にとっては、これはマネジメント特論4という、これ、授業になっています。で、一般の方々にとっては、これは事業開発マネジメント特別セミナーということになっております。これは社会人のための大学院になりまして、普段は平日の夜であるとか、こういう土曜日、日曜日に授業をやって、なおかつそういうチャンスをつかんで、研究を進めて、で、ビジネスの上での課題について、研究をして、学位を取って出て行ってもらおうという、そういうふうな大学院ですも、それぐらいで、1時間でわかる、リスクマネジメント、副題としまして、リスクマネジメントはなぜ難しいのか。で、特に2011年の東日本大震災を振り返って、どういうところで苦しんでいるのかなというところをお話しできたらなと思っております。今、私はこの専攻、事業開発マネジメント専攻の中では、リスクマネジメント論1というのを、授業を担当しているんですけども、これは特に環境汚染であるとか、防災事故といったものについての、リスクマネジメントを、扱っております。で、その中でリスクっていうのをどういうふうに、定義しているかといいますと、こんなふうに、紹介をしています。人の生命、健康、財産、あるいは、環境に望ましくない、悪い影響が起こる可能性になりまして、その悪い影響が起こるような事象の起こる、条件付きの確率と、その事象によってもたらされる結果の、言ってみれば期待値みたいなのかなというふうに、考えています。だから、いろんな団体がいろんな視点からそのリスクマネジメントの枠組みっていうのを、提唱しておりまして、でどれが正解っていうのは多分ないと思うんですけども、実はエッセンスを見ていくとそんなに変わってないのかなという感じがするんですよ。つまりそういったところの共通点をこうシンプルに、まとめてみますと、まずはその組織なりその行政であれば行政のトップですねが、方針を決める、どういうふうな視点でリスクマネジメントをするかというのを決めまして、でその方針の下で考えられるリスクを洗い出して、でそのリスクの大きさを見積もって、でそれぞれの対応を決定して、で決定した対応を実行して、その結果を評価して、またそれを次につなげる。もうリスクマネジメントスライド1枚でまとめるともうこうなっちゃうと思います。ということで、その頭で理解したつもりでもそれを実践しようとすると、結構リスクマネジメントっていうのは厄介な問題なんですよね。で、なんでそんなにみんな苦労するんだろうって考え始めまして、どうもリスクマネジメントそれ自体にそのリスクマネジメントの実施を阻害するような要因が含まれているんじゃないかというふうなことを考え始めまして、ちょっとそれを、じっくりこれから考えてみようということです。リスクマネジメントっていうのは、こういう話でありまして、考えるリスクを洗い出して、リスクの大きさを見積もって、で、それぞれの対応を決定して、で、決定した対応を実行して、その結果を評価するというのがリスクマネジメントなんだけども、考えられるリスクを全て洗い出すというのはかなり豊かな想像力が必要でありまして、で、そこで失敗したから想定外という話が3年前に繰り返しメディアで議論されたわけですよね。それから
リスクの大きさを見積もるっていうのは、これなかなかしんどい話でありまして、そのリスクの大きさを見積もるというのは、いろんな状況を組み合わせて、その、確率を推定して、燃えやすさみたいなのを分析をしてということをやるとなると、まあ、これは大変な話になっちゃいますね。で、それに対する対応を決定する。つまり、大きさの、リスクの大きさがざーっとこう表のように出てきたとして、その中で順番を決めようと思うと、これなかなか大変な話になります。計算式を処理したら答えが出るっていう類の話ではなくて、簡単に答えが出る問題ではないです。でそういったものの中で、対応を決定して実行しなきゃいけないというのが、実はリスクマネジメントの実際の実施のプロセスの中に入ってくるので、やっぱりこれは大変な仕事なんですよね。もう一つの理由として、リスクマネジメント以外の対処方法もあるという話は、これはしておかないといけないなと思います。先ほども言いましたように、その限られた資源の中でリスクに対応しようと思うと、そのリスクマネジメント、つまりリスクを洗い出して、その大小をチェックして、でそれに対する対応というのを、きちんと決めて、それを実施していくという、その合理的なプロセスというのは、多分一つの推奨できる方法の一つだと思うんですけども、でも唯一の方法じゃないんですよね。結局のところ、社会がどういう意思決定を取るのかっていうのは、その社会が決めればいいことなんですよね。で、その工学以外のアプローチ、水害だったら保険があるし、航空事故に対する、スポットだったらこれは心理学ですね。あるいは社会的な結びつき、まさにソーシャルキャピタルですね。で、避難訓練のようなものがあります。だから工学以外の法則をどう用意するかっていうのが問われているのかなと思います。ということで言いますと、その簡単にまとめちゃいますと、リスクマネジメントの原則はシンプルです。でも実際には課題がありまして、リスクリテラシーであるとか、リスクコミュニケーション、それからリスクマネジメントを実際に学ぶといったような方策をやっていく必要があるかなと思います。なおかつ具体的な対策においては、工学以外のリスク対策というのをきちんと留意するというのがとても重要になってくるのかなというふうに思います。